は豚の照り焼き丼を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、豚の照り焼き丼を作っていきたいと思います。今回は丼レシピなんですが、豚バラ肉をね、照り焼きにして、そして丼に仕上げていきたいと思います。今回はね、丼レシピでご紹介するんですが、そのままね、お弁当のおかずや、あとはご飯のおかずとしても召し上がっていただけます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚バラの薄切り肉、玉ねぎ、キャベツ、お醤油、お酒、みりん、お砂糖、白ごま、薄力粉、塩コショウ、サラダ油、ご飯。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まず豚肉なんですが、今回は豚バラの薄切り肉を使っていきます。こちらはお好みの部位を使っていただいて OK です。そして今回ですね、豚肉の照り焼きなんですが、その他に玉ねぎも一緒に照り焼きにしていきます。キャベツに関しましてはご飯の上にね、敷いていきたいと思います。そして味付けは照り焼き味なので、とてもシンプルにお醤油、お酒、みりん、お砂糖、こちらの4つで行っていきます。お酒に関しましてはこちらは塩分の入っていない清酒を使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではね、作っていきます。まずはじめにね、キャベツを切ります。こちらはね、千切りにしてください。今回私はね、包丁を使って千切りにしますが、スライサーを使ってね、千切りにしていただいても OK です。それでは切っていきます。細めのね、千切りにしてください。はい、キャベツはこのように千切りにしてください。それでは続いて玉ねぎですね。玉ねぎはだいたい厚み1センチぐらいで切っていきましょう。芯はね、切り落としてください。あとはね、手で適当にパラつかせておきましょう。薄めの玉ねぎが好きな場合は薄めにしていただいても OK です。それでは続いてお肉ですね。こちらをね、食べやすい大きさにまず切ってください。だいたいね、4、5センチぐらいの幅で切っていただくといいかなと思います。はい、このように切ります。そしたらね、全体に塩コショウをまぶします。よいしょ。この後ね、照り焼き味にしていくので軽くで大丈夫です。塩コショウをね、まぶしておきましょう。そしたらね、一度広げて、そして全体に薄力粉をまぶします。そうすることでお肉のね、旨味を外に逃がさず焼くことができて、さらにですね、照り焼きのタレも絡みやすくなります。こちらね、片栗粉でも OK です。片面やったらもう片面もね、薄力粉をまぶしてください。これ一枚一枚ね、こう裏表やるのが面倒な場合は、切る前にね、薄力粉を両面にまぶしてから切っていただいても OK です。では片面もまぶします。お肉の準備はこれで OK です。では続いてタレを合わせていきます。器にお醤油、みりん、お酒、あとはお砂糖を加えます。そしてよく混ぜましょう。お砂糖のね、シャリッという感じがなくなるまでしっかりね、混ぜてください。タレの準備はこれで OK です。それではね、まず最初にお肉から焼いていきます。まずフライパンにサラダ油ですね。こちら薄く敷くぐらいで OK です。これで一度ね、伸ばします。そして火にかけましょう。火加減は中火です。このまま一度ね、30秒ほど温めてください。はい。で、30秒ほど経ったらお肉を入れていきます。できるだけお肉がね、丸まらないように焼いてください。一度にね、フライパンに入らない時は2回に分けて焼きましょう。無理やり焼くとね、お肉が丸まったりしちゃうので、入る分だけね、まず入れてください。火が通ったら裏返します。だいたい8割から9割ぐらいですね、火が通れば OK です。そしたらね、この最初に焼いたお肉は取り出します。お肉はね、ずっと焼いてると硬くなりやすいので、一度ね、取り出してください。そしたらね、残りのお肉も焼いていきます。
ちらも程よい頃に裏返します。こちらもですね、8割9割火が通ったら取り出してください。はい、 OK です。今ね、フライパンをね、油のうまみが出た状態です。そしたらここに玉ねぎを加えてください。続いてね、玉ねぎだけを炒めていきます。この豚肉の油をね、染み込ませてください。火加減はね、そのまま中火です。玉ねぎが少ししんなりするまで炒めてください。油がね、この時少し足りないなと思ったらサラダ油を追加していただいても大丈夫です。はい、で今ね、ちょっと玉ねぎがしんなりしてきたの分かりますかね。ちょっと茶色く色づくぐらいですね。このぐらいになれば OK です。そしたらお肉を戻し入れます。そして一度ね、混ぜましょう。よく混ぜたらここに作っておいたタレを回しかけます。あとはね、こちらを煮絡めていきます。火加減はね、そのまま中火で OK です。ちょっとね、タレにとろみがつくぐらいですね。そのぐらいになるまでね、煮絡めてみてください。はい、 OK です。今だいたい1分半ぐらいですね、煮絡めた状態です。このようにタレにとろみがついてお肉にとどまるぐらいになれば OK です。そしたら火を止めます。こんな感じでね、美味しそうに仕上がりました。それでは最後盛り付けていきたいと思います。それではね、丼にご飯を盛ってください。そしてまずね、この上にキャベツですね、たっぷり乗せてください。そしてこの上にお肉をたっぷり乗せます。あとはここに最後仕上げで白ごまです。はい、このように美味しそうに仕上がりました。あとね、彩りでここに小ネギを散らしていただいても OK です。お好みでやってみてください。はい、これで豚の照り焼き丼の完成です。このようにね、お肉にしっかり味が染み込んでとても美味しそうに仕上がってます。最後はお好みで白ごまをかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。美味しい。お肉が柔らかくてすごく美味しいです。そしてね、玉ねぎもすごくシャキシャキです。お肉がね、しっかりめの味付けなので、キャベツが入ることでちょうどいい味に仕上がります。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豚の照り焼き丼のポイントです。まずお肉なんですが、今回私はね、豚バラの薄切り肉を使ってます。こちらはお好みのお肉を使っていただいても OK です。そしてお肉を焼く時なんですが、まず両面に薄く薄力粉をまぶしてください。そうすることでお肉の旨味を閉じ込めることができます。そして焼く時はですね、お肉が丸まらないように広げて、さらに重ならないように焼いてください。フライパンがいっぱいになってしまった時は2回に分けて焼いていただいても大丈夫です。そしてお肉に8割9割火が通ったら一旦取り出して、その後玉ねぎを焼いてください。お肉も一緒に玉ねぎとずっと焼いてしまうと硬くなってしまいますので、一度取り出してから玉ねぎを炒めるようにしてください。そして玉ねぎもですね、ちょっとしんなりしてきたらお肉を戻し入れて一度よく混ぜて、それから照り焼きのタレを回しかけてください。こちらのタレはね、あらかじめ混ぜて作っておくといいかなと思います。そしてあとはですね、タレに少しとろみがついてお肉に絡まるぐらいですね、そのぐらいになるまで煮絡めてください。そして今回はですね、丼にしたんですけれども、丼にするときはね、間にキャベツを敷いていただくとちょうどいい味わいになりますので、ぜひね、キャベツを敷いて召し上がってみてください。そして今回はですね、丼物にしたんですけれども、こちらはお弁当のおかず、あとはお酒のおつまみにもぴったりです。お好みの要素で使っていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豚の照り焼き丼を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。